はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。で、今日のテーマはですね、某 B モーターはやばいけどアメリカの中古車ディーラーはもっとやばいっていうですねテーマでお伝えしていきたいと思っています。で、自分はですね長くアメリカに住んでるし、業界人なので、アメリカのですねそういった業界内の現状をですねお伝えする回にさせていただきたいなと思っています。で、ちゃんと断っておくとですね真面目にちゃんとお客さんのためにを思ってですねやってるところもたくさんあります。はい。なので全部が全部じゃありませんよってことはですねちょっと先に伝えておきたいと思っています。で、アメリカの車屋ですね、ほんとね、なんていうかもうほんと騙され合い、騙された方が悪い的なノリがどうしてもありますよね。だからこそここに住むアメリカ人のですねその一般人ですよ、その一般人の知識がすごいんですよ。そもそもプロですかっていうぐらいかなりの知識を持っている。もうなんなら本当にねそれこそ大学生ぐらいの女の子とかでもかなり詳しいです、車について。はい。多分ですね親から教わってるんだと思うんですよね、あれ。要は騙されるなよと、要は何も知らないと本当に騙されるぞっていうことを分かっていて、もちろんね自分で勉強してるんだと思うんですよね、騙されないように。はい。だからアメリカ人の方って車買う時ってもう契約書も全部見ますからね、サインする前にもう契約が全てってこと分かっちゃってるから、もうしっかり全部読む。なんならもうその事前に契約書を送ってくれっつってそれをきちんと全部読んでから次の日来て車取りに来る時にサインするみたいなね、そういう方も結構いらっしゃいますよ。あとはね、例えばこれ日本だとはねあんまりないかもしれないですけど、車を買う前に自分の行きつけのメカニックに車持ってって問題ない車かどうかをですね検査してもらってもいいんですよ。そうで、それってね法律で決まってるんですね。僕ね全然それを知らなくって、初めねアメリカにでそれこそ車販売した時にお客さんがその車を買う前に自分のメカニックに持ってきたいって言ってて、いやいや絶対ダメでしょっつって断ってたんですけど、いやっつって法律でそうなってるからそれ結構当たり前だからって、マジかっつって、自分で調べたら本当そうだったんですよ。そういう法律になってて、車を買う前に持ってっていいんですよ、自分でそういう風になっています。だからねそれこそ自分の身は自分で守るということですよね。でそれもそのはずなんですよね。結局こっちのディーラー、特に中古車屋なんてその自己車を売るとかっていうのはもう全然当たり前の話で、それこそ走行距離のメーターを巻き戻したりとか、そもそも広告に出てた値段と実際買う金額、その契約書に書いてある値段が違うとかねあとはそもそも壊れてる車をHey, this is brand new, my friend とか言って陽気に言いながら売り込んでくるセールスマンとかねいますんで、あとは何ですかね、今たまにあるのが手付金払って抑えてもらってるはずの車を平気で他のお客さんに売っちゃうとかあるんですよ。本当そういうことがなんでかって、それはねそっちの方が儲かるからですよね、単純に。そういうなんかこうリテラシーが低い、モラルが低いようなディーラーっていうのがねやっぱり多いですよ。あとはねその買ってもいないアクセサリーとかね、あとは保証、そういったものがその契約に含まれてたりとかね、結局全部説明しないんで、もう全部含めていくらかしか話しないですから、もう分かんなくなっちゃうんですよね、要は何が含まれてるかって。結構ねその日本人の方とかも巻き込まれてて、買った後にもしかしたら騙されたかもしれないって言って僕のところに来て相談に来る方も結構いらっしゃいました。でその時に結構その契約書をですね見てあげて、うわやられてますねとかこれは法律的にキャンセルできますよと、キャンセルすれば例えば30日以内とかにキャンセルすればお金戻ってきますよとか言ってあげて、なんとかね返金してもらったりとかっていう人もいましたけどね。僕がアメリカに来た15年以上前って車屋にですね We don't have lemon って書いたんですよね。レモンありませんよと。車のディーラーでなんでレモン売ってんのってそもそも誰が見たって思うわけじゃないですか。だからちょっとおかしいんじゃないかなと、むしろそのアメリカでの車屋さんってレモン売ってるとこあんのかなって思ってたんですよ。